にちは、くまみきです。今回もやってきました。なんかよくわかんないけど、YouTuber さんからいただいたお下がりでリメイクチャレンジ。ちょっとよくわかんないタイトル長いんですけど、前にね、ひなたゆいちゃんからいらなくなったお洋服をいただいて、それをリメイクするチャレンジをやったんですけど、今回はその第2弾です。サムネとタイトル見ればわかる通りなんですけど、今回はこの方からいただきました。はい、What's up YouTube? どうも、そうしです。今回ですね、くまみきがですね、リメイクチャレンジをされるということでですね、僕もですね、着てない服ですね、っていうのがいくつかありましたので、それをですね、くまみきに送ろうかなというところではございますが、僕が用意したのがですね、こちらになります。僕ですね、普段よく古着屋でですね、買い物をするんですが、そこでですね、ついついいろんなものをね、買いすぎちゃうんですよ。で、買ってから気づくのがですね、家でこう見ると、着ないなこれとかっていうことも多々ありまして、というものがですね、今回のものなんですが、まず1点目ですね、こちらになります。キャプテンアメリカのですね、マーベルの T シャツになるんですが、僕自身ですね、マーベルが結構好きでして、こういったキャラモン T シャツっていうのもいくつか買ってるんですけど、これもね、そのうちの一つなんですが、去年の夏ぐらいに買ったんですけど、1回も着てなくて、サイズがですね、僕普段結構でかいサイズを着ておりまして 3XL なんですよ。めちゃくちゃでかいんですよ。ただこれも1回も着てなくて、で続いてですね、アーティストのですね T シャツになるんですが、こちらですね、総柄の T シャツなんですけど、リンキンパークのですね T シャツになります。こういったね、リンキンパークの総柄の T シャツっていうのがですね、結構珍しくて買ったんですけど、サイズもね XL ではあるんですが、僕が好きなサイズ感よりですね、ちょっとちっちゃいんですよ。で珍しいけどなーっていうので買ったんですが、もう1回も着てなくてどうしようかなーっていうところで、今回くまみきがそのリメイクチャレンジをされるということなので、リメイクしてもらおうかなと、いい感じにねっていうので、こちらの T シャツです。これはねちょっと惜しいんですけども、ずっと着ずにね置いておくっていうのもですね、ちょっともったいないかなと思いますので。であとはですね、こちらですね、リーバイスのデニムになるんですが、リーバイスの502になります。でウエストが34インチかなんですけども、これですね、古着屋で買ったんですが、古着屋でですね結構デニムも買うんですよ。これも確か3、4千円ぐらいだったのかなと思うんですが、買ってですね、もう何本も履いてないデニムって実はありまして、それで今回くまみきにということで、このデニムをお送りさせていただきます。どんな感じに、なるのかっていうのがちょっと楽しみではありますが、くまみき送りまーす。いい感じにしちゃってください。というわけで、そうしくんありがとうございます。いただいたのがですね、めちゃめちゃでかい T シャツと、かっちょいい感じの T シャツと、デニムでございます。で、ちょっとね、どれもこういうの作ろうかなっていうのが浮かんでるんですけど、今回はこちらの T シャツをリメイクしたいと思います。というわけで、着てみるとね、もうめちゃめちゃでかいんですよ。でこのくたっとね、ビッグ T のシルエットを生かしていけたらなと思ってて、肩もね、結構もうここまで下がった位置にあるんですけど、まずはこの袖をカットしたいと思います。続いて T シャツの裾もカットしたいと思います。この足よりちょっと下ぐらいで切りたいと思います。ちょっとこんな感じで前短く後ろちょっと長くいきたいと思います。続いてこの袖用の布をカットしていくんですけど、メッシュ素材っていうのを買いました。ちょっとスポーティーチックなやつがいいなと思って買ったんだけど、洗濯ネットみたい。いやー、どうなることやら。でこの袖の布をどのくらい切ろうかなと思ってサイズ測ったんですけど、この袖周り一周が66センチで、元ついてた袖のこの長いところが24センチでした。でこのメッシュの布を切ってギャザー寄せてここにねつけようと思うんだけど、ちょっとこう重ねて縫い付けたいので24センチプラス3センチ
でギャザーどのくらい寄せようかなと思ったんだけど、この買った布の幅が150センチ幅だったので、そのまま活かしたいと思います。図で書くとこんな感じ。24センチプラス3センチと袖周り66センチあるんだけど、150センチの幅を全部利用して使うので、だいたい 2.3 倍のギャザー。この長方形を2枚切ります。袖の布を長く2枚切りました。で今めっちゃ長いんですけど、このバラバラになってるところ、ここを縫い合わせて、この長い方はギャザーを寄せていきます。人生で初めてメッシュ縫うんだけど、縫い代1センチで最初と最後を返し縫いします。もう縫えた。続いてギャザー寄せます。まずは端から1センチのところに粗ミシン、返し縫いなしでいくんで、最初の糸ちょっと多めに出しておきます。これ後でビーって引っ張るんでね、抜けないように長め。じゃあ返し縫いなしの粗ミシン端から1センチ。端まで来たら針上げて、またピョーンと糸を長めに取って切ります。次端から3センチのとこもやります。はい、これでね1センチのところと3センチのところの糸1本ずつ取ってピーって引いていくとギャザーが寄ります。はい、袖2枚ギャザーが寄りました。でこの袖に今のギャザーをね縫い付けていくんですけど、ちょっと T シャツ伸びそうで心配なので、ニット地用の伸び止めテープっていうのがあったので、それを貼っていこうと思います。端から2センチのところに貼っていきたいと思います。はい、袖の内側にねテープ貼りました。でね、ここ今クリップついてるんだけど、この袖の上と下のちょうど中間のところにねクリップをつけました。というわけで袖と T シャツを縫い合わせます。このクリップがねちょうど合う位置になってるんで、この上と中間とあと下のところは縫い合わせたところを合わせて縫います。縫いにくそうだなって思って仮止めしてる途中で気づいたんだけど、私ギャザー寄せる位置とここのテープ貼る位置となんかもうめちゃくちゃだったなってちょっと途中で気づきました。まあでも2センチのとこにテープ貼ったんで、この上にね縫い目が来るようにミシンかけたいと思います。最初と最後返し縫いします。目打ちでねギャザーを調節しながら縫っていきます。はい、袖のねいらない糸全部取りました。でもうちょっと先に書いちゃったんですけど、この首元をね編み込みしていこうと思います。というわけでまずはこの線の通りに切っていきます。じゃあこれを編み込みます。首元ねこれやるの初めてだからちょっとドキドキする。おーできたー。最後はここね縫い留めます。お、完成かもしれない。チャンネル登録よろしくお願いします。
上がりになりました。バサバサ。ちょっとポンチョっぽい感じですね。本当に元の T シャツが大きいからね、袖取っても普通に肩あるもんね。後ろはねちょっと長めで、前少し短めとなっております。普段全然着ない感じの T シャツだからどうなるかなって思ったんですけど、メッシュ素材を使ってギャザー寄せることでちょっと女の子らしさ入れて、私も着れるかなっていう雰囲気にしてみました。やっぱいつも着るのと違う感じのお洋服だとすごいね難しいって思いました。いいチャレンジでした。というわけで今日の動画を楽しんでいただけたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。また他のもらったやつもやりたいと思います。今日ご紹介するのがこちら。なんと手縫いでマスクを100枚作ったそうです。私にはそんなに頑張れないよ。すごいよ。リラックマの柄も可愛いなと思いました。というわけで次回も一緒に自分だけの可愛いを作ろう。バイバイ。